皆さんこんにちは、みやまです。今回は3月の買ってよかったものを紹介したいと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。ということで早速1つ目の買ってよかったものがこちらですね。マグテームというブランドから発売されているマグネット付きの充電ケーブルになります。これなんとここのケーブル部分に全体的に均等で強力な磁石が内蔵されているタイプの充電ケーブルなんですよ。これ今ケーブルバンドとか一切つけてない状態なんですけど、めちゃくちゃ綺麗にくるっと収まってますよね。このケーブル同士が磁石でこんな感じで簡単にピタッとくっついてくれるので、本当に収納用のグッズいらずなんですよ。これ単体で綺麗な状態で持ち歩けるのでめちゃくちゃ気に入ってます。でケーブルの表面アップで見るとこんな感じですね。二重編みのナイロンメッシュ構造になっているので、かなり頑丈です。ちぎれることはまずないかなっていうような感じですね。で一般的なケーブルよりやっぱマグネット内蔵っていうこともあってちょっと重さがあるかなっていうような感じです。でも持ち運ぶには全く気にならないぐらいの重さですね。でこういったガジェットポーチにもうこの状態のままケーブルバンドとか一切つけずにさっと入れて持ち歩くことができますし、あとデスク横とかにマグネットがつけられる場所があればもうそこにこれごとこういう風にピタッとくっつけて収納しておくことができるんですよ。なのでめちゃくちゃ便利なんですよね。で今回私が買ったのが USB-C to-C のタイプのケーブルですね。で最大出力が 60W の PD 急速充電対応のものになります。なのでこれ1本あればスマホ、タブレットとかはもちろん充電できますし、MacBook Pro みたいな結構ですねスペックのある程度高いものであっても、このケーブルで十分充電できるような感じですね。あとこれ充電だけではなくデータ転送も一応可能になってます。ただめちゃくちゃ転送速度が速いっていうわけではないので、もしデータ転送の方がメインなんだよっていう方はですね、やっぱりこっちのアンカーのちょっとお高めなんですけどめちゃくちゃ便利な万能ケーブルがあるので、こっちの方とかがおすすめですかね。続いての買ってよかったものがこの Kindle Oasis についているこちらですね。このストラップ付きのマイクロ USB 変換アダプターになります。でこの変換アダプターなんですが、こういった、一般的な USB-C 用の充電ケーブルあると思うんですけど、この USB-C 用の充電ケーブルにこのアダプターをカチッとかませることで、マイクロ USB 用の充電ケーブルとして使えるようになるよっていうような、便利アイテムですね。で非常に地味なアイテムではあるのでちょっと紹介しようか迷ったんですけど、買って以来ですねこれに助けられる日がめちゃくちゃ多くて、本当に買ってよかったっていうか、もっと早く買っておけばよかったって思ったアイテムだったのでちょっとご紹介しようかなと思います。で今回買った変換アダプターが2マスのものなんですけど、これ見ていただいた通りこんな感じでストラップがついているんですよ。で私はだいたいマイクロ USB で充電したいなっていう時はもうほぼほぼ Kindle Oasis に対してなので、この Kindle Oasis につけているこれですね、読書が長時間できる用のハンドストラップがあるんですけど、このハンドストラップの下の方に、ストラップでこの変換アダプターをくっつけておいてっていう風にしたらもうめちゃくちゃ充電が楽になったんですよ。電池足りないみたいな時はもうこの状態のままここにスポッとこんな感じで入れてあげて、あとは他のガジェット類の充電に使っている USB-C ケーブルを挿してあげるだけなので、この Kindle Oasis のためだけにマイクロ USB の充電ケーブルを出しっぱなしにしておくっていうのがもうめちゃくちゃ面倒だったので、本当にこれ地味なアイテムではあるんですがかなり助かってます。でこの変換アダプターが充電だけではなく一応データ転送も可能な仕様になってます。私と同じく Kindle Oasis 使いの方だったりとか、あと未だに他のガジェットでマイクロ USB での充電がなかなか卒業できないんだよなみたいな方はぜひですねこちら一度チェックしていただけたらなと思います。続いての買ってよかったものがこちらですね。大容量2万 mAh のモバイルバッテリーになります。これがですねパソコンを持ち
ち歩く方には結構おすすめのモバイルバッテリーになっておりまして、でまずここの充電用のポートに関してなんですが、 USB-C ポートが2つ USB ポートが1つっていうような構成になってます。でこの3つすべてのポートを使って3台同時充電をすることもできますし、ここのですねタイプ C ポート2つのみで同時充電した場合は合計で 65W 出力まで対応しています。なので組み合わせ次第ではなんとですねノート PC をこれで2台同時充電することができちゃうんですよ。でバッテリーの残量に関しては 1% 単位でわかるデジタル表示になってます。で容量も2万 mAh あると MacBook をだいたいざっくり8割型充電できるぐらいの容量なんですよ。なので外出先で電源のある場所を確保できない時、あとは初めて行く場所で、どこに電源のあるカフェがあるかわからないみたいな時とかにめちゃくちゃ重宝しているモバイルバッテリーですね。でしかもですね2万 mAh でもうこれだけの小ささなかなかないんですよ。これ一般的なクレジットカードと比べても分かりますかね、結構小さめですよね。で今私の手持ちで2万 mAh 以上でパソコンも充電できるぐらいのスペックを持っているモバイルバッテリーと比べてみるとこんな感じですね。この真ん中のやつが今回紹介したこちらのタイプの旧モデルになってます。この旧モデルと比べると本当にめちゃくちゃコンパクトになってますよね。でアンカーの方からも2万 mAh 以上のモバイルバッテリー出ているんですけど、こっちはですねスペックが超ハイスペックな感じなんですよね。結構ハイスペックなパソコンで高負荷の作業をするっていう場合は、こっちの方がいい場合もあるかなとは思うんですが、これこの2つ比べた時に重さが全然違うんですよ。こっち 632g なんですけど、今回ですね紹介したこの CIO の新型の方は 333g なんですよね。ほぼ半分ぐらいの重さになっているので、本当に予備の予備として持ち歩くパソコン用のモバイルバッテリーってなると、やっぱできるだけ軽くてコンパクトなこっちの CIO の新型の方がちょっと便利だなって思うことが多いですかね。続いての買ってよかったものがこちらのですねバッグの中に入っているものなんですが、じゃじゃーんとこちらのバッグインバッグになります。こちらがですねこんな感じでリュックとかトートバッグみたいな縦に長いタイプのバッグと相性がいいバッグインバッグになってます。でこのバッグインバッグがですね何がすごいってポケットの数がめちゃくちゃ多いんですよ。大きいものから小さいものまで合わせてなんと16ポケットもついています。まず背面にあるこの大きめのポケットですね、これ多分一番深いポケットだと思うんですけど、私はここのポケットにはこんな感じで文庫本をいつも入れておくことが多いです。で正面側の上ポケットはメッシュポケットですね、ちょっと浅めのものが2つついてます。私はよく取り出すカードケースをここにしまってますね。で下半分についてはこんな感じで、多分上から見ると分かりやすいと思うんですけど、結構広めのマチがついたメインポケットがここについてます。でここのメインポケットの中にもさらに小さいポケット類がたくさんついてまして、まずですね便利なのがこの左右のポケットですね。ゴムで伸びるようなポケットがついているんですけど、ここにはですね結構背の高い、こういった折りたたみ傘だったりとか、こういうちょっと高さがあるものを収納するのにいい感じのポケットになってます。でこのメインポケットの背面側にはファスナー付きのポケットが1つと、さらにそこの1個手前にファスナーなしの、広めのポケットが1つで、さらにその手前にちょっとマチ付きのポケットが2つついてるような感じになってます。さらにですねここの右奥のところにはこんな感じでペンを収納できるちょっと細めのペンホルダーも搭載されてます。でさらにですねポケット以外にもう一つ便利な箇所があって、それがここなんですよ。ここの右上のところにこんな感じでキーフックが搭載されてます。これがですねまためちゃくちゃ便利でして、普通に鍵とか引っ掛けてもいいと思うんですけど、私はこんな感じでイヤホンが入っているミニポーチですね、これをここのキーフックのところにカチッと取り付けてぶら下げておくことが多いです。でこちらのアイテムが M サイズと L サイズの2サイズ展開なんですけど、私は M サイズを購入しました。
M がだいたいB5 サイズぐらいですね。で L はだいたい A4 サイズぐらいになってます。バックパックみたいな結構大きめでそもそも物がたくさん入るバッグに使いたいなっていう場合は L サイズの方がおすすめなんですけど、私の場合はですね、この前の買ってよかった動画で紹介したこちらの変形トートバッグがあるんですけど、これに入れて使いたかったんですよね。で最初 M サイズでもちょっと大きいかなって思ったんですけど、実際ですねこれ入れて使ってみたところ、なんとドンピシャサイズなんですよ。ちょうどこのバックインバッグを入れた状態でちゃんとここのマグネットがカチッと閉まるような大きさになっていて、結構シンデレラフィットな感じだったんですよね。なので普段 B5 サイズぐらいのトートバッグとかショルダーバッグ使ってる方にはこの M サイズのバックインバッグめちゃくちゃおすすめですね。かなり使いやすいバッグになってくれるんじゃないかなと思います。続いての買ってよかったアイテムがこちらですね。これ何かと言いますとチューブスクイーザーなんですよ。歯磨き粉とかハンドクリームとかをここにカチッとセットして中身を最後までしっかり使い切ることができる、いわゆるチューブ絞り器ですね。でこれめちゃくちゃ使い方簡単でして、このパーツにですねちょっと隙間が空いているんですけど、この隙間が上に来るようにセットして、あとはこういった一般的な歯磨き粉とかをここにシュッと通してあげたら、あとはこれくるくるっと回転させるだけです。もうこれでチューブ絞り器として、使えるっていうような感じですね。でこのチューブスクイーザー何がいいってステンレス製なんですよね。なので汚れても洗いやすいですし、水回りにこのままこうやって置いておいても錆びにくいんですよ。でさらにここのチューブを絞るためのつまみ部分なんですけど、これ大きくてめちゃくちゃ回しやすいんですよね。なのでチューブをギュッと押しつぶしながら本当に最後の最後まで絞り切ることができるんですよ。で実際にこのチューブ絞り器を使って最後まで絞り切った歯磨き粉がこんな感じです。どうでしょうか？わかりますかね？本当にもう最後の最後まで絞り切ってぺったんこになってるんですよ。でも中身も本当にこれ以上全然出ないよっていうところまで使い切ったので、もう非常に重宝してますね。でこのチューブスクイーザー、底面がちょっとフラットな構造になっているんですよ。でかつそこそこの重みがあるので、これぐらい中身が入った歯磨き粉であってもこうやって立って自立することができるんですよね。これも結構小スペースになってくれて非常に気に入ってます。でチューブ絞り器に関しては以前ですね紹介したこの山崎実業のやつも、相変わらずおすすめはおすすめなんですよね。これ背面にマグネットがついてるので冷蔵庫とかにピタッとくっつけておけたりするので結構便利は便利なんですけど、これがですね1個弱点があって、ちょっとこのチューブの設置がめんどくさいんですよ。もうこっちの簡単さに比べると本当これちょっと使うの億劫になっちゃうことがあったので、私の場合はですね交換頻度の高い歯磨き粉に関しては今このステンレス製の方を使ってます。こっちの山崎実業の方に関しては調味料とかのチューブに使うことが多いですね。わさびとか生姜とか、あんまり交換頻度が高くないもの用に、最近は使ってるっていうような感じです。洗面所とかキッチンとかなるべく生活感はなくしたいんだけど、でも便利なアイテムは使いたいなみたいな方にはこのチューブスクイーザー非常におすすめなので、ぜひですね気になった方は一度チェックしていただけたらなと思います。最近 Vlog 用のカメラといえばこの DJI Osmo Pocket 3一択ってぐらい、もうガジェット界隈ではかなり人気のカメラアイテムだと思うんですが、続いての買ってよかったものはこの Osmo Pocket 3ではなく、この Osmo Pocket 3を外に持ち出す時用の便利アイテムでして、それがこちらですね。ここの下の部分にくっついている多機能アダプターになります。このアダプターなんですが、ここの側面部分を指でギュッと押してあげることで、この DJI Osmo Pocket 3のこのお尻の部分にワンタッチで装着できるタイプのアダプターになってます。でこのアダプター一つでこんな感じでカシャーンと
はい、GoPro マウントにすることもできれば、ここのですね、底面についているカメラ三脚用の4分の1ネジ穴ですね。これを使ってあげることで、三脚や自撮り棒をここにくっつけることができるっていうようなアダプターになってます。で、私の場合はですね、ここのネジ穴ですね、この部分に自撮り棒をつけるのではなく、これ別途購入したこの D リングを装着しているんですよ。で、ここに D リングを装着してあげたら、あとはですね、これ一番よく使っているケースティファイのスマホショルダーがあるんですけど、もうこのスマホショルダーをカチッとここの D リングにつけて、じゃじゃーんとこんな感じで肩掛けして持ち運びするための、スマホストラップ、ショルダーストラップをつけるためのアダプターとして私は使用しています。これがですね、もうめちゃくちゃ便利なんですよ。もうこれ外で Vlog 撮影するときにとにかく素早くこのカメラ起動したいんですよね。で、そうするとバッグの中とかポケットの中に入れておくよりは、やっぱりこういうスマホストラップを使って肩掛けしておくのが便利なんですよ。で、ちょっとどこかに置いて撮影したい時とかはこのストラップ邪魔なので、その場合はここでワンタッチでカチャッと外して使うみたいなことも本当にすぐできるんですよ。めちゃくちゃ便利なんですよね。ただこちらのアダプター 1.5 注意いただきたいのが、これ充電用の USB-C ポートを完全に塞いでしまうんですよね。で、充電ができるような状態でアダプターつけっぱなしにしたいっていう方はですね、ここ USB-C ポートが手前に出てくるタイプのこういうアダプターも実はあるにはあるんですよ。これだとアダプターをつけっぱなしにした状態でここから充電できるような仕様になってます。ただですね、こっちのタイプ結構重たいんですよね。さっき紹介したこっちの GoPro マウントにもなるタイプのこのアダプターの倍ぐらいの重さがあるんですよ。たかが 2、30g ではあるんですけど、外で撮影する時に一日中これ肩掛けしてることになるので、この 30g の重さの違いが結構肩にくることもあるなっていうのがあるので、私は外出先ではこっちの 21g の、軽めの方のアダプターを使うような感じにしてます。この辺は多分お好みがあると思うので、なるべくアダプターつけっぱなしにして充電もできるようにっていう方は、こっちのタイプですね。できる限り外に持ち運ぶときは軽い方がいいっていう場合はこっちのタイプがおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。続いてのアイテムがこちらなんですが、これ何かと言いますと、スティックタイプのヘアスタイリング剤になってます。こんな感じで先端にブラシがついていて、ここのブラシを使ってヘアスタイリング剤を髪にペッペッペッとつけていくっていうタイプのアイテムですね。で、これがですね、本当に便利なアイテムで、私もこれ今毎日使っているんですけど、というのもこれいわゆるアホ毛って呼ばれるような髪の分け目から飛び出てくる短くて細かい毛あるじゃないですか。あれを抑えるのにめちゃくちゃちょうどいいんですよ。実は今まで髪の分け目からピッ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 って出てくるアホ毛を抑えるのに、この割と有名な白のヘアバーム使っていたんですよ。これ匂いも良くて質感も良くて本当に気に入ってるんですけど、分け目の部分に使うってなると結構難しいんですよね。ちょっとつけすぎちゃったりすると、あれ 2,3 日髪の毛洗ってないのではみたいな、ちょっと油っぽいぺたんこ髪になっちゃうので、朝とかいつもこれの量を調整するのにめちゃくちゃ時間かけてたんですよ。でもですね、こっちのこのスティックタイプのやつだったらそんなにですね量調整とか細かく気にしなくてよくて、もうここのブラシの部分を分け目のところにサッサッサって塗ってあげるだけで、本当に細かくて立ってた毛がふっと落ち着いてくれるんですよね。しかもこういった直接手に取ってなじませなきゃいけないバームと違って手とか指とかが汚れる心配がないんですよね。もう本当に綺麗な手のまま、手を洗うこともなく簡単にヘアスタイリング、このブラシ部分だけでできるっていうのがあるので、もう本当に朝のヘアスタイリングの時間めちゃくちゃ減りました。しかもこれがですね、割と自然にしっかり固まってくれる割にはシャンプーで綺麗に落ちるんですよね。なんか落ちてなくてゴワゴワしてるみたいなことが全くないので、結構その点でもいろんな方におすすめできるかなと思います。じゃじゃ
ゃん。続いての買ってよかったものがこちらですね。食品系のアイテムになります。全部ヌードルですね。これ3月に初めて買ったものではなく、3月も引き続きリピ買いし続けているものになります。で、これ見ていただいてわかる通り、原料がエンドウ豆のみなんですよ。非常にヘルシーなグルテンフリー麺になってまして、風味がですね、ちょっとお豆っぽい感じなんですけど、パスタとか中華系の料理と結構相性が良くて、私の場合はこちらの青の洞窟のボロネーゼシリーズだったりとか、あとこれ麺と同じブランドさんから出ている、チンして簡単に使えるパスタソースがあるんですけど、こちらと合わせて食べたりすることも多いですね。で、これ一般的なパスタと比べて糖質が結構カットされているんですよね。で、豆が原料っていうこともあって、植物性タンパク質が豊富で結構ヘルシーなんですよ。で、しかもこれ1食で半日分の食物繊維が摂取できるので、罪悪感が少なめな感じでパスタが食べれるっていうので非常に気に入ってます。で、このヌードルさらに嬉しいのが、ちゃんと1食分ごとに小分けしてあるんですよ。なのでお腹空いた時とかにちょっと多めに茹でちゃおうみたいなことができないんですよね。もうこれで1食分っていう風に決まっているので、この点でも本当にヘルシーが継続できる感じで非常にありがたいですね。実は以前の買ってよかった動画でもグルテンフリーでヘルシーな麺で言うとこちらですね、このスーパー麺を紹介したことがあるんですが、こっちは玄米でできた麺なんですよね。で、このスーパー麺は香りがほとんどしないんですよね。なので風味の点で言うとこの全部ヌードルよりも癖がないので、結構こっちのスーパー麺の方が好き嫌いが出にくいかもなとは思ったんですが、ただこちらのスーパー麺食感がちょっと独特なんですよね。かなりもちっとしていて多分人によってはこの麺噛み切りにくいなって思うんですよ。そういったこともあって食感に関しては多分圧倒的にこっちの全部ヌードルの方がパスタとかに近い感じなんですよね。いわゆる普通の麺に近いような感じなので、どちらも結構使い分けして食べるといいんじゃないかなと思うので、ヘルシーに麺類を楽しみたいよっていう方はぜひチェックしていただければなと思います。続いては最近読んだ本の中でも特におすすめのものを紹介しようと思うんですが、それがこちらですね。このすぐに結果を出せるすごい集中力という本になります。仕事や勉強に役立つタイプの本なんじゃないかなと思うんですけど、これがですね、著者である庄司正彦さんの経験をもとに仕事だったり勉強だったり何かに集中するための具体的なノウハウっていうのを分かりやすくまとめてある本になってます。で、特にですね、締め切りが決まってるような仕事プロジェクトだったりとか、あとは資格試験ですね。もう何か具体的な目標にもう集中したいんだ、集中する必要があるよっていう方にはかなりおすすめの本になってます。で、この本がですね、めちゃくちゃ読んでていいなと思ったのが、この本の中で紹介されている集中力を高める方法っていうのがどれもハードルが低めでめちゃくちゃチャレンジしやすいものばっかりなんですよ。多分もうすでに働いていらっしゃる方ってもう激務でそもそも時間取れないとか、あともう仕事しすぎて勉強する体力残ってないみたいな方も多いと思うんですよね。で、仕事はそんなに辛くないけどそもそも集中して作業をしたりとか勉強したりするのが苦手だみたいな方にもこれめちゃくちゃ読みやすいいい感じの工夫がされているんですよ。いろんな人のいろんなやり方っていうのをエピソードを交えてたくさん提示してくれているんですよね。で、その中で自分でもやれそうな自分と相性が良さそうなものをこうピックアップして選んでやってみるっていうことができるような感じになっているんですよ。なので、うわ、こんなやり方ハードル高すぎてできる気がしないみたいな、なんかそういうネガティブな気持ちにならないような工夫がされてる本なんですよね。結構優しくて読みやすい本だなっていう印象だったので、まずはやってみたい、まずは一歩を踏み出してみたいんだっていう、なんかそういう方を応援してくれるような感じの本になっているので、文章もすごく読みやすいですし、もしやりたいこと、目標があるのでなんとなく手がつけられてないんだよななんて方はぜひ一度これチェックしていただけたらなと思います。非常におすすめです。はい、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回は3月13日に最新刊の2巻が発売された黒エマをご紹介したいなと思います。こちらの作品がドラマ化もされた大ヒット作、逃げるは恥だが役に立つ、通称逃げ恥の作者の海野先生の最新作になってます。で、ひょんなことから同居生
生活が始まったこの表紙の女子2人を中心に繰り広げられるゆるふわほっこりな社会派漫画となっておりまして、で逃げ恥に関しても正社員と派遣社員とか現代によくある格差社会っていうのをカジュアルに読みやすく描いた名作だったかなと思うんですけど、今回のこのクロエマについても格差っていうのを一個の大きいメインテーマの一つにしつつ、他にもですね、なんか家族は疲れるけど一人は寂しいよねみたいな現代社会でせわしなく生きていく人たちが抱えたモヤモヤっとするような感情、なんかこういう感情をうまくストーリーに落とし込んだ作品になってます。で、そもそもこの漫画のざっくりとしたあらすじなんですけど、これがまたちょっと個性的な感じになってまして、まず主人公がですね、タイミング悪く恋人も家もそして職も一気に失ってしまったエマ・ショーですね。で、このエマさんがクロエ・カナさんというたった一人で豪邸に住む謎の人物がいるんですけど、この人と出会うことで物語が始まっていくっていうような感じなんですよ。で、物語の冒頭、このエマさんとクロエさんが出会うんですけど、この二人がですね、全くの初対面な上に価値観も育ってきた環境ももう全然違いすぎて本当に噛み合わないんですよ。で、そんな二人なんですけど、ちょっとした事件があったりとかもして、なぜかですね、クロエさんが住む豪邸で共同生活を始めましょうっていうことになるんですよ。で、なぜかですね、この豪邸の主クロエさんが占いができるよっていうので、占いのお店をエマさんと2人で始めることになるんですけど、この占いに来るお客さんたちが結構ですね、小さい事件をいろいろ巻き起こしていくんですよ。なのでちょっとミステリーっぽい要素があるストーリー展開になってるんですよね。あくまで主人公2人の日常を追った作品ではあるんですが、なんかなんていうんですかね、すごいやじ馬っぽくちょっと気になる事件とかに首を突っ込めるような楽しさもあったりとかして、社会派なテイストの漫画ではあるんですが、カジュアルに軽い気持ちで楽しく読めるような作品に仕上がってるんですよね。で、ちょっと似たようなテイストの作品で言うと田村由美先生のミステルという流れ、作品漫画が好きな方とかはもしかしたら結構このクロエマは刺さるかもしれないですね。なんか日々の生活のちょっとしたこととかになんかよく疑問を抱いちゃう方とか、あとモヤモヤしちゃったりする方、そういうこと結構あるんだよなみたいな方にはおすすめの作品になってます。で、まだこの作品2巻までしか出てないので結構追いつきやすいと思いますし、気になった方はぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います。で、ちなみに今回紹介しきれなかった3月に読んでよかった漫画については楽天ルームとミーセルにまとめておりまして、概要欄に URL 貼っておくので、もっと漫画読んでみたい、気になるよっていう方はそちらもチェックしていただけたらなと思います。あともう一つ今回お知らせがあるんですが、ドリップさんとコラボレーションして制作したマグカップフォーカスマグなんですけど、こちらがですね、今前から再販中になってます。今まさにここのデスクにも置いているんですけど、こんな感じでもう一枚このプレートがついてきて、いろんな使い方ができる、デスクでの作業に集中できるような、アイデアが詰まったマグカップとなっておりますので、実は買い逃していたんだよなみたいな方はこの機会にぜひお買い求めいただけると嬉しいなと思います。で、このフォーカスマグの詳細については以前動画作ってあるのでそちらの方ご覧いただければなと思います。はい、ということで今回は3月の買ってよかったものをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。